第1章フリーターの焦燥と甘い検索。今月もギリギリか。佐藤拓也22歳、フリーター。薄暗いワンルームのアパートでコンビニ弁当の容器をゴミ袋に押し込みながら重いため息をついた。大学を中退して以来特に夢もなく、ただ時給の良い深夜バイトを渡り歩く毎日。平凡だが閉塞感だけが募っていく。スマホを開くと SNS のタイムラインには正社員になった友人たちのリア充な投稿が溢れていた。ボーナスで買ったという腕時計、彼女と行くという沖縄旅行。畜生、焦りと妬ましさが黒い煙のように胸に広がる。楽して稼ぎたい、その一心が拓也の指を動かした。検索窓にまるで禁断の呪文を打ち込むかのように彼は入力する。高額バイト、即日現金。第2章忍び寄る S の誘惑。怪しげな投稿が画面を埋め尽くす。スマホ契約だけで5万、口座売買10万、どれもが犯罪の匂いを放っていた。だがその中でひときわ目を引く一件があった。車の名義を貸すだけで30万円。即日を渡し、怪しいものではありません。30万。拓也はごくりと唾を飲んだ。 DM くださいという文字に吸い寄せられるように彼はメッセージを送っていた。驚くべきことに返信はわずか1分できた。 S と名乗る鷹のアイコンの男からだった。電話できますか。拓也が電話番号を送るとすぐに着信が鳴った。もしもし、拓也さん。どうも S です。予想に反し電話口から聞こえてきたのは驚くほど人当たりが良く理知的な声だった。ヤクザのようなドスの効いた声を想像していた拓也は拍子抜けする。 S は拓也のバイトの愚痴にも笑って耳を傾け巧みに警戒心を解いていった。いやー、実は俺過去にちょっとやっちゃってて会社飛ばしちゃったんだよね。 S は自重気味に笑う。だからブラックリストってやつ。ローンが組めなくてさ。でも仕事でどうしても車が必要なんだ。拓也さんにはマジで迷惑かけない。ローンはこっちで全部払うから名前だけ貸してほしいんだよ。でもそれって第3章罪悪感と30万円の天秤、犯罪じゃないですか。拓也がか細い声で抵抗を見せる。すると S は待ってましたとばかりにさらに明るい声で笑った。はは、心配性だな。法律スレスレだけどバレなきゃ大丈夫。ただの名義貸しだよ。これで俺は仕事用の高級車に乗れて拓也さんには30万入る。誰も損しないでしょ。30万だよ。拓也さん、今のバイトで30万貯めるのに何ヶ月かかる？図星だった。拓也の頭の中で罪悪感と30万円が激しく天秤の上で揺れ動く。深夜バイトの疲れ、家賃の催促状、友人たちの眩しい SNS、そして目の前にぶら下がった甘い果実。やります。拓也はその果実を選んでしまった。話が早くて助かる。じゃあ明日駅前の大手中古車販売店に行ってくれる？指示は全部こっちから出すから。 S の声はもう拓也の耳には救いの神の声のように響いていた。第4章500万円の契約書と束の間の成功体験。翌日拓也は S に指示された通り大手中古車販売店を訪れた。店内には磨き上げられた高級車が並んでいる。いらっしゃいませ。爽やかな笑顔で迎えてくれた店員に拓也は S から指定された車種を告げた。500万円の黒いセダン。フリーターでこんな高額なローンが通るのか。拓也の不安をよそに S からの指示は的確だった。申込書、年収は400万って書いといて。勤務先は俺のダチの会社の名前にしとけば大丈夫。言われるがままに少し震える手で嘘の情報を書き連ねていく。少々お待ちください。店員が審査のために席を外す。拓也の心臓は破裂しそうなほど高鳴っていた。ダメだ、捕まる。だがわずか15分後、お待たせいたしました。拓也様、審査無事通過いたしました。店員が笑顔で契約書を持ってきた。あっけないほど簡単だった。数日後、納車されたピカピカの黒いセダン。拓也はその車に一度も乗ることはなく S に指定された場所へと運転していった。待っていた S は写真の鷹とは似ても似つかない平凡な顔の男だった。いやー、助かったよ。これ約束のブツね。 S は
拓也が渡した車のキーと引き換えに分厚い茶封筒を手渡した。中には30万円分の万札が詰まっていた。こんな簡単なことでアパートに戻る電車の中、拓也は封筒の重みを確かめながら高揚感に包まれていた。500万円のローン契約書のことなどもう頭の片隅にもなかった。第5章悪夢の始まり。つながらない電話。手に入れた30万円は拓也のすさんだ心を満たすには十分すぎた。欲しかった最新のゲーム機、高価なスニーカー、友人たちを居酒屋に呼び出し見栄を張っておごってみせた。拓也、最近羽振りいいな。まあな。その一言が拓也の虚栄心をくすぐった。30万円はまるで夢であったかのようにわずか2週間で消え去った。そして悪夢は翌月の家賃支払い日を過ぎた頃にやってきた。拓也のアパートの郵便受けに一通の見慣れない信販会社からの封筒が届く。なんだこれ。軽い気持ちで封を開けた拓也はその紙面に印刷された文字を見て凍りついた。ローンを支払いのご案内。金額は月々8万円。ご契約者様佐藤拓也。は？血の気がさっと引いていく。なんだよこれ S が払うんじゃなかったのかよ。拓也は慌ててスマホを取り出し S の番号に電話をかけた。お客様の都合によりおつなぎできません。無機質なアナウンスが拓也の耳に突き刺さる。嘘だろ。もう一度かける。お客様の都合により SNS を開く。鷹のアイコンを探す。いない。 S のアカウントは跡形もなく削除されていた。第6章絶望の淵。孤独な借金地獄。やられた。拓也はその場にへなへなと座り込んだ。自分が500万円の借金を丸ごと背負わされたことをようやく悟った。月々8万円。拓也のフリーターとしての手取りは家賃を払えばせいぜい10万円そこそこ。そこから8万円を支払うことなど到底不可能だった。どうしよう。誰にも言えない。親に言えるわけがない。楽して稼ごうとしたなどと恥ずかしくて友人に30万円をおごった手前借金まみれになったとは口が裂けても言えない。拓也は部屋に引きこもった。バイトも無断欠勤した。電話が鳴るのが怖い。玄関のチャイムが鳴るのが怖い。ローン会社からの督促状が郵便受けに溜まっていく。最初はただの請求書だった。それが赤い文字の督促状に変わった。法的措置という言葉が拓也を脅かす。俺が悪いんだ。闇バイトなんかに手を出した。俺が全部悪いんだ。自業自得。その言葉が拓也を責め立てる。食べ物も喉を通らず、ただ無気力に天井を見つめるだけの日々。500万円というフリーターの彼にとっては天文学的な数字の借金が重く拓也の心と体を押しつぶしていく。彼は孤独な絶望の淵をさまよっていた。第7章一筋の光。弁護士という選択肢。もう終わりだ。督促状の束を前に拓也が力なくつぶやいた。その時だった。ふとテーブルに置きっぱなしだったスマホが目に入った。この地獄の入り口となった憎むべき機械だが、拓也はまるで何かに疲れたようにそのスマホを手に取った。震える指で検索窓に打ち込む。名義貸し詐欺返済できない。そこには自分と同じ手口で騙された人々の悲痛な叫びがあふれていた。500万騙されました。 S という男にやられました。もう自己破産しかない。絶望的な書き込みが並ぶ中、拓也はある一つの書き込みに目を奪われた。すぐに弁護士に相談すべき。俺はそれで助かった。自首して捜査に協力する道もある。加害者になる前に。弁護士拓也の人生で最も縁遠いと思っていた言葉だった。弁護士なんて金がそうためらったが、さらに検索を続けると法テラスという文字が飛び込んできた。日本司法支援センター。無料相談や費用の立て替え制度があるという。拓也は最後の力を振り絞った。助けて、そうつぶやきながら表示された番号に電話をかけた。第8章告白と弁護士の冷静な分析。数日後、拓也は法テラスから紹介された弁護士事務所のドアを叩いた。佐藤拓也です。お待ちしていました。弁護士の鈴木です。どうぞ。通された個室で拓也はこの数週間の出来事を洗いざらい打ち明けた。S との出会い、500万円のローン契約、消えた30万円、そして
音信不通になった S。弁護士の鈴木は、拓也を責めることも、馬鹿にすることもなく、ただ静かにうなずきながらメモを取っていた。すべてお話し終え、うつむく拓也に、鈴木は冷静に告げた。拓也さん、まず、状況を正確に整理しましょう。鈴木は、ホワイトボードにペンを走らせる。あなたは、S をリーダーとする詐欺グループの被害者です。これは間違いありません。ですがと、鈴木は続けた。同時に、拓也さんは、ローン会社に対する詐欺罪に加担した加害者である可能性も極めて高いのです。俺が加害者？愕然とする拓也に鈴木ははっきりと告げた。あなたは返済する意思も能力もないのにローン会社を騙して500万円の契約を結びました。S の指示であったとしても契約書にサインしたのはあなた自身です。拓也は頭をガツンと殴られたような衝撃を受けた。だからこそと鈴木は拓也の目をまっすぐに見据えた。最悪の事態、つまりあなたが逮捕され自己破産するしかなくなる事態を避けるため今から最善手を尽くします。 S とのやり取りの証拠は何か残っていますか？拓也はハッとした。あります。 S のアカウントは消えましたがやり取りのスクリーンショットは拓也は高揚感の中で自慢げに保存していた。 S との DM のやり取りを弁護士に見せた。そこには名義貸しの依頼やローンはこっちで払うという S の言葉が生々しく記録されていた。鈴木はその画像を一通り確認し小さくしかし力強くうなずいた。これなら戦えます。第 9P 章反撃ののろし。警察への自首。戦う？S グループを法によって断罪します。鈴木のプランは拓也の想像を絶するものだった。拓也さん、私と一緒に警察へ行きましょう。自首です。自首？そうです。あなたがローン会社を騙した加害者であることは事実。しかし S グループに騙された被害者でもある。被害者として S グループの犯罪を告発し捜査に全面協力するのです。拓也は恐ろしかった。警察に行けば自分が捕まるのではないか。だが鈴木は私が弁護士として同行しあなたの情状を最大限主張しますと断言した。拓也はもうこの弁護士を信じるしかなかった。翌日拓也は鈴木弁護士に付き添われ警察署の門をくぐった。自首という形で拓也は被害申告を行った。最初はよくある名義貸しトラブルと面倒くさそうな顔をしていた警察官も鈴木弁護士が拓也の提供したスクリーンショットや S が報酬を振り込むために一瞬だけ使った口座の情報を提示すると表情を変えた。これは組織的な犯行の可能性が高いな。拓也の被害申告が受理され本格的な捜査が開始された。拓也は警察からの捜査協力要請に全て応じた。 S の電話の声の特徴、車の受け渡し場所の記憶、全てを。そして事件は急速に動いた。拓也の情報が決め手となり警察は S を主犯とする特殊詐欺グループの拠点を突き止め一網打尽に逮捕した。拓也が契約させられた車以外にも余罪が何台も発覚した。数週間後拓也が見た夕方のニュース、そこには手錠をかけられうつむきながら護送車に乗り込む S の姿があった。マイクを向けられた S が最後に名義貸しなんて割に合わねえと捨て台詞を吐く姿が小さく報じられた。拓也はその映像をただ静かに見つめていた。第10章再生への第一歩。詐欺グループは断罪された。だが拓也の500万円のローンが自動的に消えたわけではなかった。ローン会社からは依然として拓也に対し全額の返済が求められていた。しかしここでも鈴木弁護士が動いた。鈴木はローン会社に対し粘り強く交渉を続けた。拓也くん自身も悪質な詐欺グループの被害者であること、彼が自首し捜査に全面協力したことでグループの検挙、ひいては御社の被害拡大防止にも貢献したこと、彼には反省の意思がありアルバイトを再開して返済の意思を見せていること。鈴木の冷静かつ熱意ある交渉の結果、ローン会社は当初の高圧的な態度を軟化させた。法的な支払い義務は残るものの拓也の収入で現実的に返済可能な金額での長期分割返済和解に応じることになったのだ。鈴木先生、本当にありがとうございました。弁護士事務所で
和解契約書を前に、拓也は深々と頭を下げた。拓也さん、顔を上げてください。あなたの戦いは、これからですよ。鈴木は、静かに微笑んだ。拓也は、あの日以来、無断欠勤していたバイト先に頭を下げ、再び働き始めた。もちろん、借金の返済は楽ではない。だが、あの日のような絶望は、もう拓也の顔にはなかった。もう二度と、楽な道には逃げない。自らの過ちの重さを背負い、それを償うと決めた拓也の目には、確かな再生への決意が満ちていた。弁護士に別れを告げ、新たなアルバートの面接に向かう拓也の足取りは、重かったが、しかし確かな一歩一歩を、未来へと踏み出していた。今回の法律 Tips。今回のケースでは、主人公の拓也さんが名義を貸すだけという甘い言葉に乗り、結果として500万円もの借金を背負うことになりました。このような名義貸しの闇バイトには重大な法的リスクが潜んでいます。ポイント1、名義を貸すだけは 100% 犯罪です。車、スマートフォン、銀行口座など、いかなる理由であれ、自分の名義を他人に貸し、ローンを組ませたり、契約させたりする行為は犯罪です。今回のケースのように、ローン会社を騙して契約を結ぶ行為は、詐欺罪の共犯として、あなた自身が罪に問われる可能性があります。知らなかった騙されたという言い訳は、法廷では通用しないケースがほとんどです。ポイント2、ローン契約の重さ。代わりに払うローンはこちらで持つという、偽じいしの言葉は 100% 嘘です。ローン契約書にサインをしたのは、あなた自身です。法律上、契約者であるあなたが全額を支払う義務を負うことになります。偽じいしが逃げた後には高額な借金だけが残されるのです。ポイント3、闇バイトに手を出したらすぐに相談を。もしあなたやあなたの周りの人がこのような闇バイトに手を出してしまったら、一人で抱え込まないでください。手遅れになる前に一刻も早く弁護士や司法書士、警察の相談窓口9110に自主相談することが、被害とあなた自身の罪を最小限に抑える唯一の道です。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。